こんにちは、どうも。はい、こんにちは。お世話になります。どうも。ドスログチャンネルです。今日はね、栃木の方からスペシャルなお客さんが見えております。ダーク SS さんですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にね、ダーク SS さんのお名前っていうのはね、よく聞いてはいたんですよ。昔来てくれた人がダーク SS さんの名前を言ってくれて、でその後調べてったらとんでもない人だっていうのがね。とんでもない変態だった。とんでもない変態だって。それが来てくれるって言ってね、めっちゃ嬉しかったんですよ。ありがとうございます。よかった。ダーク SS さんのマシンの方をね、早速撮っていきたいと思うんですけれども、好きな女性とか聞いた方がよかった？いっぱい言い過ぎてとか。いいですよ。答えられない感じになりますね。わかりました。かみさんです。じゃじゃん、こちらになります。このロケット2って名前の実写があるんですよね。これ？はい、イギリスかどっかで。フロッグマンっていう人がワンオフでいろいろ変わった乗り物を作ってて、それをちらっと見て、これもしかして作れるかなと思って、それで頑張って作ってみちゃったっていう感じですね。これ完全スペースコブラの世界ですもんね。合ってますよね、コブラ。かっこいいな。やっぱりフロント肩持ちのトライクっていうのがやっぱりかっこいいなって思って、大体トライクってフロントは普通のバイクと同じテレスコピックのあれなんですけど、これは肩持ちになっててで、世の中にそういうバイクが結構ドラッグスターだったりスピードファイト2だったりとかベスパとかもそうだと思うんですけど、肩持ちのが好きで、これ見た時にこれでぜひドリフトしようっていう感じで、いろいろネット上で画像を漁ってでちょっと出てきたんで、それを元に図面引いて作ってみましたね。フロントのサスペンションもその実写と同じ構造してますね。リアもスイングアーム方式だったんで、同じようにスイングアームで2つ片側に2つダンパーついてアッパーアームがないんですよね。なるほど。これも実写と同じ風にしてみました。で一応これドリパケです。この車はドリパケです。ドリパケ？はい、ギアボックスがドリパケです。サスマウントもドリパケっぽいね。ですね。昔の頃のですかね。作ったの昔なんで。いやー、これ何年前に作られたやつ？これ多分7年8年前とか7年8年ぐらいですか。おっと、これねがステアリングでね。でフロントダンパーがついてて、懐かしいジャイロが。ピエゾジャイロじゃないですか。懐かしいですよね。でここにサーボがいて、ぎゅうぎゅう詰めですよね。でこれエンジンですよね。本物がヘビーのスーチャー積んでるんで、雰囲気出したいなと思って適当にいろいろ漁ってたら店になんかあったのか。なるほど。それをもぎ取ってそこに積んでる感じですね。でこれちょっとモーターのところをちょっと見せてもらっていいですか？これミニ四駆用のモーターが V 型に8個積んであります。これ片側4つですよね。そうですね。でもうこっち側にも4発ついてて8発ついてるんですよね。このクラウンギアっていうのでモーターの回転を受けてるんですけど、向きを背中合わせにしてるんで、こう反力が操作されるように考えて、いや何も意味はなかったんですけど、まあそんな感じで合わせて、こうやって動いてますね。これ音聞きたいって人がやっぱり結構いてで、意外と静かです。こういう感じです。こういう感じです。すげえ。としか言葉出てこないんですよね。でもこのモーター複数使いって、昔RC ワールドさんでやってたんですよね。何かちょっと大きめのエンジンかなんかの車にやっぱりモーター複数使っててっていうなんかあったんですよ。それがずっと頭に残っててで、それでこれでやってみようかなっていう感じで作っちゃったんで、これの前に4つの V4 を作って、ドリシャに積んでみたりもしてたんですよ。FRD に積んだりしてちょこっと走らせたりしてて、これはいけると思って、じゃあ8個いけるなと思って8個いやすごいやってみました。なるほど。言葉が出ないです。
はい、次のマシンに行きましょう。こちら。作ったのがこれですね。はい、これもすごいね。ラットロットですね。ラットロットですか。これも画像でちょこっと見たのが、はい、ここのフレームがこうやってホーシングをまたいでたんですよね。あ、なるほどね。はい。はい、そんで後ろにワッツリンクがついてるっていうので、ワッツリンクっていうのはこれ？はい、そうですね。普通ラテラルロッドで1本つながってるんですよね。でもそれだとホーシングがストロークするとこう動いちゃうんですよね。でもこのワッツリンクの方法だと綺麗に上下に動くっていう。すごい、こんなんワッツリンク初めて聞いた。サバンナ、はいはい、全然わかんない。最初のって何 SA20 でしたっけ？あれとかにも確か採用されてるっていう話で、このワッツリンクですか？はい、そうですね。でもなんか微妙だったらしいですよね。いろいろと。はい。でも、やっぱり後輪駆動のラジコンがどんどん広まっていって、はい、でホーシングで走るっていうのってなかなかなかったんで、やっぱりこれは作ろうと思って図に引いて作ってみたところですね。CC01 の定番のホーシングを使って3リンクでワッツリンクにそうですね。CC01 なの？そうです。これ CC01 です。クローラーです。これクローラー。クローラーですか。なるほど。はい。それでフロントも同じくリジットなんですよね。はい。はい。もうこんな風にサスペンション。あ、こんな感じで動く感じで。はい。すげえ。裏はこんな感じになってます。これが何バネでしたっけ？これリーフスプリング。リーフスプリング。ワイパーの中に入ってる骨、ステンレスの骨をちょん切って。これいいですか、触って？はいはい、大丈夫です。とこれがダンパーの板バネサスペンションって感じですね。はい、一応。これがサスペンション、この横のバー。苦肉の策ですね。どうしようと思ってスペースがなくてで、なんとなく実写だとリーフスプリングなんですけど、でもいろんな構造があったりして面白いんですけどね、ラットロットのフロントって。そうです。はい。でもやっぱりリーフでやってみたいなっていう苦肉の策でこんなちょっとチープな作りになってるんですけど、いや全然チープじゃないと思いますフロントは4リンクのリジットですね。モーターが2つですよね。はい。つけてあるこれモーターは何モーターってやつ？380のスポチューンですね。ピニオンが多分1枚数違うんですよね。ピニオンが何やろうって買うと1枚違いでセットじゃないですか。同じの買うと倍お金かかっちゃうんで1個セット買ってそこですか？例えば20と21とかじゃないですか。そういうイメージです。はい。微妙なうねり音が出て面白いんですよ。受信機抜いちゃってるんで、昔ちょっとトリッキーすぎて走るのが難しかったんですね。なるほど。後ろにたくさん重りをつけるとそれなりに走ったんですけど、なんか格好悪くなっちゃうんで、あとぶつかると曲がっちゃうんで、サーキットにちょっと乗っていけなかったっていうのがあって、あんまり走らなかったですね。ゼルダの伝説に出てきそうな。はい。そんな感じかなみたいな。ワッツリンクはなぜね優れてるかっていうと、ラテラルロード1本だとずれるんですよね。ずれる。でワッツリンクにするとそのまま真下に行けるというね。これ実際にももちろん採用されてるんですけど、これいいところです。すごい。はい。すごい考えられてますよね。はい、次行きましょう。はい。サーキットで時折走らせてるのがこいつですね。なんですけど、よく覚えてないですね。バック・トゥ・ザ・フューチャーで、なんか5本最初に出てくるけど、これが一番ドリシャっぽいですね。一応走る変態車っていうので考えて作ったんですけど、単走は走れますけど、追走とか私そもそも追走できないんで、これはネットを見てたらこんなような感じのイラストが1枚
ポンってなんかで出てきたんですけど、それがフロントはこうやってキャビンがあるけど後ろはこうエンジン積んだだけっていうようなのがあまりにもかっこよくて、そこからインスピレーションを得てでなんかそんなようなの作れないかなと思って作ってみたんですよ。それでこっちで2個いけたんで、やっぱり4ついっちゃえっていう感じで、この2個でスパー1個回すシステムを両バンクに積んでみたんですよ、ね。そうで、この2つで1個回して、こっちでも2つでも1個回して、このロッドがこの前に回って、で、そしてここのベルトにかかってて、これが裏側の1つにまとまるんです。そしてこれがこう出力してで出札場に入っていく感じなんですよね。そういう作りになって分かんない人は見返してくださいね。でファンがほのかにアンプを冷やすというすごい風力が発生するんですけど、ほのかに冷やしてるのかなっていう。このモーター連動式ね。はい、そうですね。一応そんな感じで、それで後輪駆動リアエンジンの車ってだいたいエンジンにトランスミッションくっついてそのまんま出力になってるんで、それを真似したくてでですね、ここのモーターのブロックとこの後ろのデフのブロックを直結で一つものにして作ってあるんですよ。直結にしてあるんだ。そんでそれがフローティングされてるんで、こういう状態に単独で動くんですよね。本当エンジンマウントみたいじゃん。はい、実車と同じような雰囲気で。ね、すごい。フローティングされてるドレ車はおそらくこの1台しかないかなと。一番の売りはそこですかね。サーボ買うとついてくるブッシュがここについてます。どれ？このブッシュ。それでこれでもう動いて。フローティングされてるっていう、がっちり固定はされてないんですよ。でモーターの配線も、最初はケーブル引いてたんですけど、なんかいい方法ないのかなと思って、アメ車のプラモを作ってたらフューエルラインって、パイプ、鉄のパイプ、鉄っていうかパイプなんですよね。それ見てて真鍮の棒でくっつけちまえと思って、ギアに変えるとかはもう考えてないですね。あとは見てくれ、重視で無駄にインボードにしてみる。インボード刺す。あれインボードでもなんかすごい動きするね、これ。めちゃくちゃすごいですよ。やっぱりレバー比が自由に変えられるから、動きがいいって面白いです。すごくいい。フロント周りは普通にラジコンっぽいんですよ。ラジコンっぽいですね。そこからこっち下半身がこうラダーっていうマッパーですよね。ちょっとエロい感じになってるっていう。あとはですね、このステアリングのワイパーがT バー方式って呼んじゃうんですけど、こういう湾曲のスライドと同じ動きをする。真ん中に軸つけて T になってて、これで T がこういうふうに。この絵作ってる頃にやっぱり赤間がどうのっていうのがやっぱりすごく分かり始めてきててで、なんかいい方法ないかなっていろいろ考えてたら、この T バー方式、これがいけるかなと思って採用したら、なんかそこそこいい感じになったんで、これいけると思って採用してるんですね。公開しちゃっていいやつですか？全然。いや真似できるもんならやってみるぐらいな。そうか、それ言わなきゃダメだったんですね今ね。ここのフロントのアッパーデッキが当初前後できるように長穴とかで作ってあって、キャスターがすぐ変えられるようにとか思ったんですけど、ちょっとメインシャシーここ細くしすぎちゃって強度がなくてねじれちゃって、これで補強しちゃったんですよね。そしたらこれちょっと動かなくなっちゃって意味なくなっちゃったりしたんですけど、でもアッパーアームがこのカーボンの板でできてるとか、はめ込み式とかはこのオーバーノーズさんみたいな雰囲気にはなってるんですけど。なるほどなるほど。わかりました。これちょっとモーター回せます？いや、回せます。ファンもこうやって回ってるね。はい、にわかにほのかに風を落としている。そんな感じですね。やば。こんな感じですね。あとやっぱりこうピッチングでちょっとこうグール動きますよね。動いてっていうです。はい。
素晴らしいマシン3台見せていただきました。ダーク SS さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。貴重なマシンありがとうございました。欲しい人いたら売りますんで。